大間がときフィルムの皆様、こんにちは。今回ぜひ大間がときの皆さんにとある一軒家を調査していただきたくメールをお送りしました。私は幼少の頃、この家で不思議な体験をしました。おもちゃが置いてある子供部屋のような部屋を見つけたのです。そしてそこには私よりも2つか3つ年上の子供がおり、その子とよく遊んでいました。その子がかくれんぼをしようと言い出したのですが、突然こんなことを言い出したのです。もし見つかってしまったら鉛筆で目をつぶす、指を折るといったようなことを言ってきたのです。私は怖くなってしまい、それ以来子供部屋に行かなくなり、再び一人で遊ぶようになりました。それからしばらくして私も大人になり、祖父母の家には行かなくなりました。成人を迎えた頃、唐突に祖父母の家の子供部屋にいた子供の存在を思い出し、大人になってから、そういえば一緒に遊んでたあの子、誰なんだろうってことで大人に聞くんだけど、誰も知らない。出た。やっぱ2回あったんだ。これもしかして開けちゃダメだってでも僕は階段の下からも普通に声聞こえてたから、開けたから出てきたっていうことはないと思う。これはおかっぱの女の子だよね。何今の。もうちょっと待って、聞こえた。聞こえたよ。ちょっと待って。本当に子供いるわ。狂気的ではありますけれども、実際ここで当時と同じようにかくれんぼをしてみたいと思います。ここでではですね、今一旦車の方に戻ってまいりました。雨も降ってきちゃってるんですけど、いよいよね、今からが本番と。今家の中を一周して子供部屋らしきものもあったじゃないですか。ベッドが。そうだね、その当時この家で、小さな子供とね遊んでいたっていう話、でじゃあ実際それが何の遊びをしていたのかっていうところなんだけど、かくれんぼで遊んでいたということなんだよね。狂気的ではありますけれども、実際ここで当時と同じようにかくれんぼをしてみたいと思います。ここでやる。そうで、よっぽど、子供部屋がちょっと怪しいなっていうのは当然あるので、一旦あそこでちょっと隠れてみようかなと思います。一人かくれんぼ的な感じなんですよね。で、一人かくれんぼはさ、あれはぬいぐるみに念を込めてかくれんぼをやるっていう遊びですけれども、本当の幽霊とかくれんぼをやるというね。結構えぐい。そうです。ちょっとね、なかなか初の試みではないかというふうに思うわけですけど、実際隠れてる最中にね、ちょっとともさんに電話したりもするので、じゃあ早速ね、幽霊とかくれんぼ始めてみたいと思います。はい。なんかちょっとすごい嫌な感じがする。開けるよ。うわ。いや、何それ。何これ。病室じゃん。なんだこれ。ペットってことだよね、でもね。いや、おかしくない？イマジナリーフレンドみたいな、いったものが僕は思い浮かんだんだよね。私よりも2つか3つ年上の子供がおり、その子がかくれんぼをしようと言い出したのですが、もし見つかってしまったら鉛筆で目をつぶす、指を折るといったようなことを言ってきたのです。私は怖くなってしまい、それ以来子供部屋に行かなくなり、再び一人で遊ぶようになりました。両親や祖父母にあの子供は誰だったのか聞いたのですが、誰一人としてそんな子供はいないと言い切るのです。多分この部屋に本当に子供いるわ。では一人でもう一度この家にやってまいりました。ほんと毎度のことながらですね、やっぱり2人や3人で来るときと1人ではですね、何もかも違う感覚あるんですよね。まるでちょっと別の場所に来てしまったかのような、全く違います。
本当にこの一人で探索をしている時にですね、何か起きても、当然このビデオカメラは録画するわけですけど、それをリアルタイムでそれを体験してるのはですね、本当に自分一人っていう、それが怖いですね。恐ろしい。かくれんぼをね、やるわけですけれども、当然1回2回全部使ってかくれんぼをやると、かくれんぼがやれるだけの広さはね十分ありますからね。思ったことなんですけど、なんて言うんだろう、かくれんぼって鬼役とね隠れる役が当然いるわけじゃないですか。今僕こうしてねいろいろ一人で探索していますけれども、ちょっと鬼役になっていないことを願うというか、探してるわけじゃないですよっていうね。探してるんですけど、図らずも心霊調査とは幽霊を探すわけですから、今は僕が鬼。ちょっとね、ほんとそれを考えると怖いんですよね。こういうところから、なんだろう、子供、うわ、びっくりした。何？何の音だ？依頼者さん曰く、普通の子供じゃなかった。恐ろしい子供。そういったのがですね、ひょっこり出てきたらちょっともう心臓止まりますよね。うわー、やべえな、ちょっと。怖っ。こういうところも怖いな。子供だったら隠れられますからね。本当願わくば突然目の前に現れるとかはちょっとやめてほしいですね。存在をちょっと分かるようにしてほしいというか。とかなんとか言いつつですね、なんとなくもう目星はついてんだよね、もちろん。なんださっきから。皆さんももうお察しの通り、この先ではね、子供部屋らしき、病室らしき部屋、確実にこの向こうだもんね。避けては通れないという。で、これが依頼者の方が見た子供なんだろうか。この絵はですね、先ほど確認したんですけれども、依頼者の方は落書きした覚えはない。もともとあったものだ。ということを言ってましたね。じゃあ誰が描いたんだという。なんかね、やっぱり、あるあるなんですけど、こっから先ちょっと状態悪いんですよね。やっぱり湿度が高いせいか、カビてる気がする。毎度のことながら緊張感すごい。いないよな。何もいないよな。ゾクゾクする。何も入ってない。はい、ではね、気を取り直して、この部屋でかくれんぼやっていきたいと思います。ちょうどですね、もう、めちゃくちゃちょうどいい隠れ場所あるんですよ。もうここに隠れてくださいと言わんばかりの押し入れ。当時ももしかしたら何度か隠れたことあるんだろうなって感じですよね、ここ。はい、ではですね、こんな格好でちょっと定点設置しつつ、ちょっと押し入れの方に隠れてみたいと思います。これもういいよとか言った方がいいのかな。一応ちょっとね、完全に同じ状況にするという意味でもういいよと言ってみたいと思います。もういいよ。
返事はない。これで一旦ね、ちょっと始まったと。かくれんぼ中なんで、あんまり当然ね、喋んない方がいいとは思うんですけど、いざ、こうして、ちょっと馬鹿げてると思いつつも、かくれんぼを始めるとですね、なんとなくね、この部屋を、家の中をね、徘徊する何者かの存在っていうのをイメージせずにはいられないですね。ちょっとだけ開けてみてみようか。何もいない。さっきともさんと二人でいるときに、こういう写真をね、パシャパシャっと、撮ってたんですよ。これわかります？これってさ、わかるかな？これ右にいるのがともさんで、見えづらいとは思うんだけど、これ何の写真だこれ。もしもし。もしもし。今状況としては、子供部屋にある押し入れにはいはい。隠れてる状況で、で、やばい、ちょっと待って。足音。足音。足音を回しちょっと待って。ちょっと一回車戻るわ。ちょっとね、状況が変わったというか、ちょっと一回車戻ります。はい。閉まってるし。一旦戻るか。ちょっと一旦戻って落ち着いてもう一回整えます。すいません、ちょっと一旦戻ります。ちょっといかん。落ち着け。ちょっと思いもよらぬ状況に今ありますんで、ちょっと一旦中断。いやいや、めちゃくちゃ焦ってた。ちょっとね、うん。たまにあるさ、意味わかんない現象起きてて、はいはい。それを発見してともさんにさ、うん電話で伝えようと思ったら急激に足音が近づいてきたから、ちょっともうやばいと思って一旦ちょっと戻ってきたんですけど、さっき二人でさ、中をさ、見て回ってる時に僕写真撮ってたじゃん。撮ってたね。そう。比較的僕今かくれんぼ中何もなかったのよ。別に、撮った写真をさ、パラパラ見てたのよ。そしたらなんか一枚ちょっと違和感があるものがあって、はいはこれなんだけど、こんな写真撮ってないのよ。い。そういうことか。そう。で、当然ね、写真と写真の間に、さっき撮ってるやつだから、この写真が挟まってんだけど、見づらいかもしれないんだけど、僕とともさん二人写ってんのよ。後ろ姿が。でしょ？これだって、そうだね。これともさんがカメラ構えてて、で、多分左のこの人影、これ多分僕じゃん。おかしいでしょ、これ。これ2階のさ、入って右手の部屋はいはい。階段上がって、そう右手側の。にいる時に撮られてんのよ。だからちょっとね、もしかしたらここにいるってことになるのかなっていう。子供部屋じゃなかった。実際ここから見られてたってことになるのかなと思うから、もしかしたらまだ今ここに隠れてる可能性あるっていう。怖っ。
よし、じゃあちょっとそう行ってきますわ。いってらっしゃい。はい。こういう展開が一番怖い。まあどんな場所でもそうですけど、闇雲に探索をしている時って何の手がかりもないんで、基本別に怖さもそんなにないというか、心霊現象と遭遇することもあんまりないんですけど、今回のようにですね、何か根拠のある場合はですね、本当に怖いっす。できることなら逃げ出したい。変わってほしい、誰かに。でも今回はトモさんではなく僕ということで決めていたので、もうやりきるしかないんだよな。ここだもんね。なんかお尻だけボロボロだし、子供の背の位置引っかいたのかなって思っちゃうよね。中から出ようとして。ここだったのか。中は見えないか。硬い。明日は入れない。うわ、びっくりした。なんかこれすら子供がちょうど入って閉じ込められちゃうようなものにすら見えちゃうよな。いないよね。何もいないね。ここでじゃあ定点を設置して検証してみたいと思います。準備をしよう。ではちょっとこんな形で定点カメラを設置して、この押し入れの中に隠れてみようと思います。もう完全にこの視点だもんな。怖えな。めちゃくちゃ怖いけどやるしかないよね。じゃあ閉めます。完全に閉まった。じゃあ始めたいと思います。もういいよ。もういいよ。ちょっとだけ
やべ、開かない。ちょっとしばらく待ってみよう。依頼者の方が死なないだけで昔病気の子がいたのかもしれないよね。あの部屋の作りはいかにも在宅で看病してるというか。ちょっと待って、なんか聞こえる。ちょっと待って、なんか鈴の音みたいに聞こえる。チリンチリン。あ、ちょっとやばいかも。じゃあ戻ります。調査終了です。戻って確認。戻ってきました。はい。特別なかったんだけど、ま一番ちょっと気味が悪かったのが、あの写真。あの時が一番怖かったかな。あ、そうだよね。子供部屋じゃないんだっていう。うんうん。で、今ね、改めてそこに行ってきたんだけど、うん間違いなくあの場所からの視点だった。あの写真は押し入れ。もう完全にこの視点だもんな。その中に入って、そのかくれんぼ、依頼者の方が当時ね、やっていたように追体験というか、やってみては見たけど、鈴の音みたいな、鈴の音が近づいてくるみたいな音はしたのよ。ちょっと待って、なんか鈴の音みたいに聞こえる。チリンチリン。家も古いし、きしみもすごいから、確かに。今雨も降っててね。なんとも言えない感じ。で、特にそうだね。現象というか、そういうものはなかった。こんなところかなっていうです。そうっすよね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今は僕が鬼。ちょっとね、ほんとそれを考えると怖いんですよね。こういうところから。なんだろう。子供。うわ、びっくりした。何？この音だよね。完全に。この音だね。
待って、なんか聞こえる。ちょっと待って、なんか鈴の音みたいに聞こえる。チリンチリン。あ、ちょっとやばいかも。